ゆっくりレ夢ムです。ゆっくりマリサだぜ。この動画は濃いめのガンダムオタクレ夢ムと、ライトユーザーのマリサがガンダムを解説していく動画だぜ。なるべくガンダムに興味がない人でも興味を持ってくれるような、そんな動画を目指しているわ。ぜひガンダムを好きになってほしいのぜ。なんて挨拶してる場合じゃないわ。どうしたのぜ。私としたことが、完全に見落としていたわ。何がなのぜ。ガンダムを語る上で決して避けては通れないものがあるの。ほう、なのぜ。時間がないから今日はサクサクいくわね。なのぜ。マリサ SD ガンダム G ジェネレーションというシリーズは知っているかしら？まあそこそこなのぜ。今日の話題は、パソコンを持っている方にしか通用しない狭い話題かもしれないのだけど、今、Steam はサマーセールをやっているのだけれど、SD ガンダム G ジェネレーションクロスレイズがなんと 60% オフなのよ。半額以下なのはすごいのぜ。で、値段は？通常版、定価9020円のところを、3608円よ。何よその反応。高いのか安いのかよくわからんのぜ。だって、マイクラとかテラリアとか、もっと安くて面白いゲームはいっぱいあるのぜ。そう言われると苦しいわ。それに通常版って言ってたけど、そうじゃないのもあるのぜ。ダウンロードコンテンツがあって、値段は？ 50% 引きよ。値段は？未参戦アナザーの一部機体追加 DLC が1760円で高難易度追加が495円よ。合計すると？待ってデラックスエディションっていう DLC 入り版があるのそれはちゃんと60引きなの5016円なの。高難易度は？それは、別にお買い求めをでも495円だから安いから。レ夢ムさんや。はい。高い安いを決めるのは、お前じゃなくて視聴者一人一人なんだぜ。ガンダム好きなレ夢ムがこれは安いお買い得って言っても、興味ない人からしたら詐欺師の言葉なのぜ。結局全部買うとしたら、そんだけ値引きされてても5511円かかっているのぜ。安いからって言って飛びつかせて良い金額ではないと思うのぜ。はい。でも3600円の方でも本当に十分楽しいから面白いからこれを機にぜひ買ってほしいのよ。本当に？ではレ夢ムには G ジェネレーションクロスレイズの初心者、ライト、ガチ向けの評価をしてもらうのぜ。わかったわしていきましょうこれもガンダムオタクの宿命よ。なんだぜ。ではまず、興味がない人、初心者向けの評価を言うわね。なんだぜ。SD ガンダム G ジェネレーションクロスレイズの初心者向け評価は、40点、なんだぜ。ごめんやっぱ30点かもしれない。レ夢ムの中の葛藤が見えるのぜ。いや40点よ40点にさせてちょうだい。どちらにしても、随分低いのぜ。そうなのよ。いわゆる、シミュレーションゲーム、というジャンルなのだけど、まあ大雑把よ。強い機体は強い。そりゃそうよね、ガンダムなのだから。ただ、そこはガンダムファンだからそりゃそうよと言えるわけでそうでない人からしたらゲームバランスがひどいのよ。特にきついのは、プレイヤーが参戦できない戦闘マップがあって、そこが場所によっては詰将棋みたいになっちゃうのよね。なんだぜ。昔ね、とあるゲームのとある開発者が言ってたんだけど、簡単にクリアされたら悔しいじゃないですかって言っちゃった人がいたのよ。悔しいって言われると、なんか開発者に敵視されてるみたいなのぜ。私はねマリサ、ゲーム難易度には境界線があると思っていて、感覚的な言い方になっちゃって申し訳ないのだけど、やった強かったけど勝てたラインを超えると、やっと勝てた、になっちゃうのよね。わかるのぜ爽快感や達成感がただのトロー感に変わるのぜ。なので私は、私たちが苦戦する工夫じゃなくて、最終的には必ず勝てるような工夫をしてほしいのだけども、ちょっと、きついなって部分はあったわね。他にも、これはどこで見たのか忘れちゃったんだけど、プレイヤーは、無駄を嫌うのよね。それもゲームとしての無駄とかおまけ要素じゃなくて、どうせこれセーブ&ロードしないと勝てないから、仕方なく何度もロードしまくる、みたいなケースね。ひたすらロードし続けるのは虚無感なのよ。なので、本当に残念なのだけどガンダム知らないこのゲーム面白いって人には、おすすめしたいけど、できないわ。悔しいのだけれどね。なのぜそれで、ライトユーザーにはどうなのぜ？では、少しガンダム知っているよ、なライトユーザー向けの評価を言うわね。SD ガンダム G ジェネレーションクロスレイズのライトユーザー向けの評価は、70点よ。これは高いのぜ。そうね個人的には高めだと思うわ。その心は？さっきの40点、というのは、キャラゲーであることを度外視した、純粋なゲームの評価なのよ。でも、知っている作品、好きな作品があれば、それはキャラゲーとして生きるわ。そして今作は、アナザーの人気作と新作に、絞った作品なのよね。なのぜ。参戦作品は、ガンダムウィング、ガンダムシード、ガンダム00、鉄血のオルフェンズの4シリーズよ。もちろんちゃんとシリーズの続編や MSV と呼ばれる外伝も収録されているわ。だから、この4シリーズのうちどれか一つでも好きならきっと楽しめる作品だと思うわ。3600円なら、きっとお買い得な、はず。いや、お買い得であることを願うわ。なのぜ。
私もね、ずっと昔ガンダムウィングしか知らなくて G ジェネを買って、今に至るわけだから。きっと、同じような道をたどれる人はいるはずよ。かなりの数が網羅されてるから、楽しめるはず。何せ、フレイですらモビルスーツに乗せられるわけだしね。では、ライトユーザーにはおすすめしてよいのぜ。3600円なら良いと思いたいわ。なのぜ。では、ガチ勢からしたらどうなのぜ。では、私の評価をいくわね。SD ガンダム G ジェネレーションクロスレイズのガチ勢からの評価だけども。ごめん、さっきと同じ70点よ。待って言い訳をさせて。申してみよなのぜ。加点要素と減点要素が拮抗したのよ。なのぜ。まず加点要素は、もちろんグラフィックも驚くほど良いし、何よりも演出が良いのよ。3D チックなグラを活かして、戦艦がぐおーっと奥から迫ってアップになってから会話が始まる、みたいな、臨場感がとても良いのよ。確かにそれは感じたのぜ。バイルの登場演出と回避演出は、凄すぎてなんか笑っちゃったわ。それにねマリサ、昨今のガンダムって装甲が特殊になりつつあったのよ。なのぜ。というか、もともと特殊な装甲ではあったのだけどそれが表現されていなかったのよね。言ってしまえば、ただ単純に貴重で硬い装甲だったのよ。それが、装甲に電流を流して、あれしてこれして実体武器に対してとっても頑丈になったり、装甲を特殊なバリアでまとってるからものすごい頑丈だったり、ただ頑丈じゃなくて、〇〇に対して特別強い、みたいなそれぞれの個性が強く出始めたのよね。過去作だと、それが一部しか再現されてなかったのだけど、今作ではその幅がかなり広がったのよね。動力炉もそう。GN ドライブが複数搭載と一機とで別枠になったのは超大歓迎よ。つまり、だいぶ設定にこだわってきてるのよ。これはガチ勢としては嬉しいわ。加点要素よ、たまらないわね。で、減点要素は？そのここの部分でちらほらと物足らない部分が。例えば？例えばソーネーブレイブ、というモビルスーツがあるのだけど。あれは私も好きなのぜ。本当は武装すごい多いのに、ゲームだと少ないのよ。それは仕方のないことなんじゃないのかぜ。全ての武装を再現するなんて、時間と人が無限にないと無理なのぜ。それはわかるわ。だから、用途が被っている武装なら、受け入れようとは思うの。でもね、本来あるこの武装が追加されるだけで使い勝手がぐっと広まるって武装が、ないのはなんかもやっとしちゃうのよ。なんだぜ。ちなみに、ブレイブに搭載されている武装は、GN キャノン、ビームサーベル、ビームマシンガン、ミサイル、グレネード、機関砲にドレイクハウリングと呼ばれる特殊なビームライフルね。あとトライパニッシャーっていういわゆる秘宝的なものも搭載しているわ。改めて見ると重武装なのぜ。でも、クロスレイズだとこんな感じなのよね。めっちゃ少ないのぜ。もちろん、これに関してはさっきマリサが言った通り役割が被ってれば良いのよ。例えば、ビームキャノンとビームマシンガンは被るので統一で良いわね。なんだぜ。グレネードは、これ対 MS じゃなくて、センサー用の撹乱兵器なのでここにはなくて良いわね。なんだぜ。でも、ミサイルがないのはめっちゃ痛いわ。この画面のね、武器の絵のピンク色は、ビーム兵器って意味なの。で、ここにミサイルがあれば、実弾兵器も追加されて、対ビーム、対実弾両方できたんだけど、他にも、なぜか空の適性が低かったり、トライパニッシャーがトランザムに混ぜられていたりと、もうちょっとこう攻めて主役級なのだからちょっとだけ欲しかったわね。なのぜ。他にも、この画像を見てほしいんだけど。アルケガンダムなのぜ。そして右側の武装の部分の説明のとこなんだけど、GN ファング覚醒値によってダメージと射程が変動する、とあるわ。でも、実は設定的にファングっていわゆる覚醒値的な能力による操作、AI による操作、ハロによる操作、の3通りあるのよ。そしてこの画像も見てほしいのだけれど。サーチェスなのぜ。そうね、主人公たちを苦しめた宿敵よねで、下の部分、覚醒値のステータスを見てほしいのだけど。例なのぜ。そうなのよ。この RK ガンダムはこの左のおじさんの機体なんだけど、この書位で色々おかしくなっちゃってるの。他にも、ガンダム SEED でも似たようなのがあるし、なんかこうもやっとする部分がちらほらあるのよね。ここまで育てられて、MS にも乗せられるってのは本当に楽しいし嬉しいのだけど、私たちは重箱の隅をつついてそして研鑽を重ねてきたガンダムオタクでもあるからこう気になっちゃうのよね。あと当然だけど少し昔のゲームだから、今映画になってる先行のハサウェイは登場していないわ。前作の G ジェネシスならいたんだぜ。そうなのよね。 DLC だけどもね。あとキャラデザも旧版だから、誰だお前ってなりそうだけども。それにゲームとしての完成度はクロスレイズの方が便利で快適なのよね。なのぜ。それにねマリサ一応家庭用ゲーム機の G ジェネは初代以外は全部やってきたと思うのだけど、この流れで実感してしまったのは、宇宙世紀だけの前作だと、序盤、中盤は色とりどりだけど、終盤でも空飛べなかったりで退屈とか面倒で、アナザーオンリーのクロスレイズだと、終盤は色とりどりだけど序盤、中盤が薄くて、あっという間に最終機体になっちゃうのよね。
特に V ガンダムあたりまで入れてくれないと強い機体がガンダムばかりになっちゃうのよ。ああ、ゴトラタン、リグコンテオ、ザンネック、ザンスパインを使いたいわ。WO のおかげでブレイブとかジンクスとかがいるけども、やっぱり物足りないのよね。他にも、細かな部分でたくさん、こうして欲しかったってのがあって、せめて、幻のアヘッド最終形態、ノーヘッドや、戦闘能力自体は少し劣るけど、一人 V 作戦完全版のリボーンズガンダムオリジンとか、G ジェネだからこそ、実装して欲しかったわ。それでも3600円なら、多分、きっとライトからガチ勢なら楽しんでもらえるはずだから。あと大事なことなのだけれどこの割引は7月9日までだから、注意よ。なんだぜ。そうだこれは私の考察なんだけども、宇宙世紀中盤までの前作の発売日が、2016年の11月22日で、一部のアナザーオンリーのクロスレイズが、2019年の11月28日発売なのよ。それで、少し雑な計算だけども、前作と今作のユニットの総数がほぼ同じで、そして、当時のほぼ全部入り作品、G ジェネ F に実装されていて、今作に実装されていないアナザーと宇宙世紀のユニットの合計が、大体同数なのよレコンギスタとかも込みでね。なので、ひょっとして次回作、仮に全部入り G ジェネだとしたら、同じ開発期間、という過程だけども発売日は2022年の11月頃なんじゃないかなって思うの。ただしコロナのせいでもっと伸びてしまった可能性は大いにあるのだけどもね。なので、今年の終わりくらいにはひょっとしたら、次回作の第一報とかあるかもしれないけど、しばらくは楽しめるんじゃないかって思うの。外れたらごめんね。一応今年説も唱えようと思えばできるのよ。前作の、いわゆる全部入り完全版みたいなのが、2019年の2月28日発売で、今作の、完全版が2021年3月25日発売なのよ。となると、次回作の発売日がひょっとしてなので可能性としては、今日買ったけど、すぐ次回作発表されてみたいな。だけどとにかく今は PC 版ならセール中ということを伝えたかったの。そうか、なんだぜ。次回作の情報はこのチャンネルでもお伝えしていきたいので気長に待っていてほしいわというか私が待ち続けてるわ全部入りの G ジェネをね。では、急な動画だったけど今回はここまでよ。もしよければ、チャンネル登録とグッド評価ボタンを押してもらえると嬉しいわ。では、またななんだぜ。またね。